こんにちは。ウィークエンドソルトの久保です。今日はよろしくお願いいたします。やちです。よろしくお願いいたします。本日はテラとサブリミックのフェンテフォルテを使ってストレスフリーなカラーとトリートメントスパをご紹介したいと思います。ブライツトリートメントスパです。今日はよろしくお願いいたします。今日の見どころはテラを使ってとフェンテフォルテを使ってなんですが、両方とも地肌に優しい、髪に優しいっていうところがすごく特徴になってきます。カラーというとすごいカラーに塗られて染みたりとか、カラーの匂いがきついなどのストレスっていうのはお客様も僕らも感じるところかなと思うんですが、それを2つの製品を使って快適な時間に変えていくってご提案をしたいと思います。こちらのお客様は僕が担当しているお客様で、もう白髪ぼかし自体を完了しているお客様ですね。大体2ヶ月ほど今染めていない状況ですが、根元の白髪率が 30% 前後ぐらい、顔周りのが少し多くて後ろのが若干少ないですけど、大体同じぐらいというような状態です。で、白髪ぼかしがうまくいっていると、このように黒い髪と白い髪の境目がない状態になってきます。このようになっていると正解かなと思います。今日はピンク系で染めていくんですが、根元と毛先の使い分けプラス地肌が乾燥しやすい状態なので、乾燥しないようにアプローチをしていきたいかなと考えております。前処理で使うのはスキャルププロテクター、地肌を守るオイルですね。もう一つはテラのハイドレーターですね。これ今オキシに入っているものもあるんですが、香りもすごく良くてお客様のパフォーマンスもいいので、最初につけることをお勧めしております。両方とも香りがいいものなので、お客様に香りを嗅いでいただいたりとかっていうパフォーマンスもしていただくと、より付加価値をつけれるかなと思います。で、オイルは垂れやすいのでお客様に少し上を向いてもらって、あとはつけていって指で揉み込むの作業ですね。お顔周りに垂れないようにだけ注意してやってください。髪の毛がショートの方などは手に実際に直接のせて手で伸ばしてでも問題ないかなと思いますので、お客様の状態によって変えていただくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。地肌の処理が終わった後はハイドレーターですね。こちらが入っておりますのでつけていきます。で、コラーゲンなど髪にいいものも入っていますので、きちんと説明をしながらですね、こちらでツヤを出していったり、これ以上髪の負担が少ないようにしていきますよというところでお伝えしてもらうといいかなと思います。急いでるお客様などにはハイドレーターが入っているタイプのオキシがあるので、そちらでもうすでにカラー剤に混ぜてありますなどのご説明で問題ないかと思います。初めてのお客様には先につけていただいた方がより付加価値を伝えれるかなと思います。こちらも液体タイプで垂れやすいので、お客様に少し上を向いていただいたりすることが大切かなと思います。少し締める程度で問題ないかと思います。で、テラの薬剤自体がクレーカラーで硬いので、初めに髪をこういうふうにウェットにすることや薬剤の状態をコントロールすることが早く済ませるコツになるかなと思います。ラズベリーピンクブラウンの7トーンです。程よいピンクブラウンになるお薬です。オキシは 5.5% ですね。 5.5% のオキシは粘性があるもの。毛先に使うオキシはこれぐらい緩さがあるものですね。もちろんこちらを根元に使ってもいいですし、こちらを毛先に使っても問題ないですが、粘性が異なることだけ注意してください。根元は白髪率が高いのでこちらで、毛先はもうブラウンみがある状態なので、7のラズベリーピンクに9のコラルを 10% 入れて、オキシは 2.5% で作成しております。薬剤の反応が早いので9のコラルを入れて柔らかく調整しております。ピンク系の薬剤は反応が穏やかなので、先に根元ではなくて毛先から塗っていきます。根元と毛先がボケている方はもう白髪ぼかしが完了しているので、根元に時間を置く必要がそんなにないため、毛先から塗布していきます。薬剤の硬さがこれぐらい違います。毛先はハイドレーター入りのものなのでこれが緩くなっていますが、根元は硬くなっていきます。これが根元にピタッと留める大きなポイントになってきます。で、 T ゾーンの部分、ここですね。分け目と顔周りの部分はお客様が特に気にされる部分なので、毛先の塗布の前にまず T ゾーンのところだけ根元を少し開けて塗っていきます。どんな薬剤塗布をしても必ず時間差が生まれるので、優先順位を必ず決めてやっていきます。お客様が一番気にされるところは自分が見えるところなので、まずは顔周りから塗布をしていきます。ここはグラデーションにしていくので、いい意味でラフに塗ることが大切です。
ぴっちり塗ってしまうとここで線が入ってしまうので、ジグザグに染まるような感じで問題ないかなと思います。根元もまっすぐベタっといくと伸びてきた時に境目が出てしまうので、あまり気にせずまずざーっと塗っていくことが重要かなと思います。ここで塗っているところ、塗れていないところができることによって時間差でボケた仕上がりになっていくので、そこも狙ってしていくといいかなと思います。まずこれで T ゾーンが塗った状態なので、このまま毛先をざっと塗っていきます。お薬が緩くなってくるので顔周りなどに垂れないようにですね。ここはまずざーっとのせることが目標なので、厚いスライスでバッとお薬をのせていきます。毛先の色で一番見えるところは表面なので、表面をまずバーッと塗っていきます。ざっくり8割染めるっていうイメージが大切なので、まずはこのまま進んでいきます。毛先のダメージがひどい方などは特に反応がピンクは遅いですし、シャンプーしたら流れてしまう危険性があるので、しっかり時間を置くことが大切です。ですから根元からピンク系のお薬を塗ってしまうと根元の色持ちが良すぎて白髪とつながりにくくなるケースもあるので、薬剤でコントロールするか塗布順番でコントロールすると簡単かなと思います。お薬が緩いので、これぐらい厚いスライスでも取ってのせて揉むだけでもう裏側まで浸透していきます。ハイドレーター入りのオキシが出たことで、テラのメリットでありデメリットだった硬さの部分がすごくカバーしやすくなったかなと思います。顔周りはお薬が垂れやすいので、必ず後ろに引いて塗布してあげると、お薬が垂れてもクロスの上で終わるので、そういう風に意識してあげるといいかなと思います。これでざっくり T ゾーンと毛先が塗り終わった状態ですね。この後根元のしっかりした塗布に移っていきます。それでは今日一緒に家賃に塗っていってもらいます。薬剤を取るときはきっちりね、パッと取るとぐちゃぐちゃになってしまうので、縁を使ってきちっと取っていくことが大切です。で、顔周りが重要なので、顔周りから徐々に下に降りてくるような感じにすると、襟足が一番時間差で遅くなってきますので、重要なところから完成が近づけるように塗布していってください。今までは根元につけないカラー剤の塗布っていうのはすごくテクニックのいることだったんですが、硬く粘性のある、しかも身長のいいテラが登場したことによって、パッと薬をのせるだけで根元ギリギリに塗布ができるようになりました。このように薬剤が優れているものを使うことによって、教育の時間とかもすごく短くすることができるかなと思いますので、お客様も伝わりやすいと思います。お薬がひんやり冷たくないということなども伝わりやすいので、お客様に必ず説明をしながらやっていきましょう。どんなにいいものも説明をしないとお客様には伝わらないということも多々ありますので、今うちではこういう薬剤を使ってます、日本で一番高いカラー剤を使ってます、地肌にこういう風に優しくてっていうところなどをきちんと説明していくことが大切かなと思います。薄いスライスで塗っていきます。テラのオキシは一番レベルの高いもので 5.5% ですが、しっかり粘性がある分通常の 6% のオキシ並みに上がるので、負担が少なく発色が良くなってきます。今まで白髪染めって毛が硬い方やくせ毛の方っていうのはどうしても塗り残しっていうのが出やすかったり、ペーパーを貼らないとっていうところがあったと思うんですが、粘性が硬い分ピタッと留めやすく、短い毛を逃さずに止まっていくので、こういう短い毛もピタッと上がりやすく、これは今までの薬剤にない大きな特徴かなと思います。でも今までペーパーを貼られていたお客様とかが今日は貼ってくれないと不安になってきてしまうので、必ず説明は初回は必要になってくるかなと思います。こちらはこういうテクニックに気をつけてて、こういう薬剤があるので今までより時間が短く済みますよ、いやペーパーを貼らなくていいですよなどの説明を必ず他店との差別化をお話しすることは重要かなと思います。今日は根元はラズベリーピンクブラウンですね。根元は茶色みがない状態なので、毛先が茶色っぽかったので少しブラウンを足しているお薬ですね。毛先のお薬がもう茶色っぽい状態なので、毛先が茶色みが必要ないので、根元の薬のブラウンを抜いたものですね。ただナノトーンの薬は少し青みがあるので柔らかい色に仕上げたかったので、今日はコーラルを 10% 足していきます。それによって少しベージュ感を増やしております。もともとバフやサンドなどを足してベージュっぽくする方法もあるんですが、ブラウンを足せば足すほど暗くなってきてしまうので、色物だけで今日は対応しています。で、9トーンではなくて7トーンを使うことで発色が早くコントロールできます。ただ発色が早いってことは青みによりやすいんですけど、それをオレンジを入れることでカバーしています。次にチェックに入っていきます。ここで初めて根元と毛先の薬をブレンドして境目がないような状態にしていきます。スライスを取ってオンベースで引いて根元の薬をチェックしていきます。
で根元のブラウンの薬から毛先にかけて徐々にブラウンじゃない薬にグラデーションになるようにしていきます。ここも先ほど説明したようにきっちり塗るものではなくてグラデーション状にすることで馴染みが良くなってきます。このまま顔周りまで塗布していきます。鉢植えはスライスは特に薄く、ここを厚く取ってしまうと毛が集合しすぎて塗り漏れが起きやすいので、上に行くにつれて顔周りに行くにつれてスライスを薄くしていくと失敗が少ないかなと思います。毛束を潰したまま塗布してしまうとつきやすくなってきてしまうので、まずはきっちりオンベースで上げてからチェック、その後潰してチェックですね。持ち上げて塗布、お客様の見えるところプラス塗り漏れが起きやすいところは特に細かく、で最初に顔周り塗布した時もそうなんですが、きちんと説明していくことがやっぱりすごく大切で、一番白髪の多い気になるところから塗布していきますねや、見えやすい上はこれぐらい細かくスライスを取っていきますなどを説明してあげると、よりお客様はリピートしやすくなるかなと思います。顔周り塗布する時は少し上を向いてください。お薬が垂れないように少し上を向いてもらうと施術者も塗布をしやすいかなと思います。きっちりオンベースで後ろに流れるようにですね、こう斜めに流れないように。根元を開けて塗ると少し根元の 1,2 ミリがボケて染まる状態になります。お客様によってはきっちり染めたいという方もいらっしゃると思いますので、カウンセリングをしてきちんとお客様の要望に合わせて塗布量やどこまで攻めるかというのを決めていただくといいかなと思います。これが塗布後ですね。毛先は塗布し始めてから10分経たないぐらい経っている状態かなと思います。ちょっとピンクみが出てきていますが、オレンジを入れている分まだ柔らかい発色ですね。暗くなっていないっていうことがポイントです。7トーンを使っているで。それではこのままお時間を置きます。ポイントは根元、中間、毛先の境目がなくなっているかどうかが大きなポイントになってきます。境目が分からなくなっていればカラーとしては成功です。根元が2センチぐらい伸びていた状態で、仕上がりがこの状態ですね。根元だったところと、中間毛先の境目が今ない状態、この状態になっていれば問題ないかなと思います。ここで今1層目のカラーができているので、この後シャンプー台で2層目の色をかぶせていきます。色目がそんなに大きく影響しないように2回目の薬剤は今日はすごく薄めてあるもので対応していきます。1度目のカラーが染まった後にカラートリートメントで2回目のオンカラーをしていきます。ブライツカラーというカラーをしていて、2回目のカラーはアルカリカラーでやることも多いんですが、薬剤の匂いが上がってきたりしてむせる方もいらっしゃいますので、色味が合う場合はカラートリートメントですることをお勧めしております。シャンプー台で塗布すると特に地肌につきやすい分、トリートメントの方が影響が少ないですね。でカラートリートメントこれは残留しにくいので、マホガニ、いわゆるピンク系や赤茶っぽいもの、暖色系の方はマホガニで染めるといいかなと思います。間のナチュラルなブラウンがバフです。色味に困った場合はこちらで全脚で問題ないかなと思います。で寒色系の方はプラチナのこちらの色がございます。現役でやっていくとすごく濃くなって最初のカラーが色が分からなくなってきてしまうので、ブラウン系の場合は、もしくは同じカラーの場合はマホガニで染めた場合はマホガニ、バフで染めた場合はバフ、プラチナで染めた場合はプラチナで問題ないかなと思うんですが、失敗しないために10倍塗布がおすすめしております。通常のトリートメントコンディショナーで薄いベールをかぶせるだけでツヤ感がすごく出たり色持ちが良くなるので、トリートメントにもともと最初にやったカラーが変わらない程度で問題ないかなと思いますので、これは仕上がりに合わせて現役でももちろん問題ないですし、不安な方は10倍ほどに薄めてシャンプー台で、こちらは根元から塗布で問題ないかなと思います。で放置時間も 1,2 分でしっかり色が入りますので、お客様の滞在時間も短くコントロールできるかなと思います。1度目のお薬を流した状態でシャンプーはしなくて大丈夫です。この後にシャンプーしますので、こちらが先ほど作った10倍に薄めたものですね。こちらを根元多め、毛先少なめに塗布していくといいかなと思います。ちょっとひんやりしています。
根元多め。基本的にここで色を大きく入れるというよりは、薄いベールをかぶせて色持ちを良くしたりツヤ感をアピールするところなので、あまり濃く入れなくて問題ないかなと思います。極端な話、塗布ムラがあってもある程度目立たないぐらいの薄さの方がパフォーマンスとしてはやりやすいかなと思います。地肌にも優しいので根元からとかですね。通常カラートリートメントを塗るとすぐ色が変わるのですが、逆にあまり変わらないぐらいの薄さにすると失敗は少ないかなと思います。慣れてきたらここでしっかり色を入れたり、顔周りの白髪が多いところだけ濃いものにして対応していただくとよりいいかなと思います。放置時間は 2,3 分で問題ないので、少し置いたら流していきます。これが2分経った状態ですね。これぐらいの元の色味があまり変わっていないぐらいですね。通常のアルカリカラーは健康なところに入ってダメージしているところは入りにくいですが、カラートリートメントは逆の性質があるので、これをすることでムラなく綺麗に色も入れやすくなります。それでは流していきます。シャンプーは3種類あります。乾燥普通肌用、オイリー肌、匂いやベタつきが気になる人、フケ、かゆみが気になっている人の3種類あります。で、今日は乾燥肌、普通肌用の DS タイプ、こちらを使っていきます。なるべく頭皮につけるようにしていきます。ちょっとつけるだけでも泡立ちはいいです。泡立ってきましたら、首元ネイプに泡をつけていきます。このまま首をマッサージして後頭部から洗っていきます。で、このシャンプーは指圧というよりも頭皮の筋膜にアプローチして頭皮のこりをほぐしていきます。首からほぐすのはスマホ首や猫背、呼吸の浅さなどにアプローチしていくことができるので、まず首元を緩めてから上の頭皮をマッサージしていきます。痛くないですか？はい。次、トップの上ですね。上の部分はストレスが溜まりやすかったりとか、表情の癖によっては凝りやすい部分になってきますので、最初の方にほぐします。この時は変に力を入れるよりも筋膜にしっかりアプローチできていれば、凝ってるところはお客様痛いので声をかけながらやってあげるといいかもしれないです。横いきます。もみあげ部分に手を置いて、ここからマッサージしていきます。ちょっと円を描くようにしていきます。食いしばりある方や長時間スマホを使う方は結構この辺は痛くなるところ、凝りやすいところなので、ここは力を入れすぎないように注意してあげてください。同じ力でこちらをマッサージしていてもやっぱり凝ってる方は結構痛く感じます。力加減大丈夫ですか？はい。ここを1線、2線、3線いったらまた上に戻ってトップをほぐして最後は首元ですね。最初にマッサージした時よりも首は結構柔らかくはなってきます。この後もまたマッサージ入りますので、その時にしっかりほぐします。シャンプーマッサージは全体的に3分くらいですね。お流しからシャンプー、スーパーマッサージ、トリートメントまででだいたい10分かからないくらいで終えれます。10分いかないくらいでプラスワンメニューができるので、単価アップにはつなげやすいですね。特に疲れやすい首元は流す時にしっかり手でこうマッサージしながら流してあげてます。こういう感じでただ置いてるだけではなくて、しっかり親指と人差し指、中指で揉みながら流してあげてます。まず最初に頭皮にはアロマスパドロップを垂らしていきます。2種類あります。リフレッシュ
柑橘系の匂いとリラックスラベンダー系の香りで、その時にお客様に随時選んでいただくといいかなと思います。で、本日のお客様はこちらリラックスのラベンダー系の香りを選ばれましたので、しっかり癒していきたいと思います。まず頭皮に垂らしていきます。でシャンプーボウルの中に 1,2 滴垂らしていただいて、熱湯でお湯ためると香りが上がってくるので、よりリラックス効果は出てくると思います。オイルをなじませます。で頭皮にはリファイニングトリートメントをつけていきます。こちらのクリームはつけて3分ほどマッサージするとリフトアップ効果も得られるものになっていますので、しっかりつけてマッサージしていきます。根元にトリートメントをつけていったので、次は毛先のトリートメントをつけていきます。今日は2つつけます。1つ目は4番のワンダーシールドをつけていきます。こちらは疎水化するトリートメントになっておりまして、お客様がご自宅で使えるホームケアの全く同じものがあるんですけど、ちょっと成分が違いまして、こちらのは業務用になるので、だいたい持ちは2週間で、お客様がホームケアで買えるものは 2,3 日という風になってますので、サロンでしっかりケアをしていて、あとはご自宅でホームケア用のものを購入していただくと、トリートメント効果はより長く続くものになっております。毛先につけるのはこちらですね、ヘアマスクで、こちらは何種類か種類があるんですけど、本日使うのはくせ毛まとまりをメインとしたものをつけていきます。ちょっとクリーム状でこういう風になっていますので、サラサラしてるよりはちょっとテクスチャーがしっかりしているので、髪の毛一本一本にしっかりつきやすくなってます。お客様が膨らみなど気になりやすいところはもちろん顔周りもそうなんですけど、耳後ろの後頭部、ここら辺の癖は結構強くなるかなと思うので、ここにもしっかり根元からつけていきますね。首元からほぐしていきます。で首元は首元だけではなくて、ちょっと奥の付け根からしっかりアプローチしてあげるよりいいですね。で、こう入ります。でこの時手を置く時はギュッて置いてしまうと嫌な感じになってしまうので、まず1回置いてからマッサージを始めていきます。この時マッサージしていくポイントは、シャンプーの3分間の間でお客様の頭を触ってマッサージした時に、どこが一番凝ってるか硬くなってるかっていうのを分かってあげると、2回目のスパでそこを重点的にほぐしていくことができます。最後の首は両手で2箇所手を置いたら、このまま回すようにして上に上がっていきます。最後は奥の方に指を入れてあげて、上に引き上げて終わります。流す時もただゴシゴシガーッとこするんではなくて、しっかり頭皮を動かすように流してあげると、より効果が出やすいかなと思います。まず頭皮用の化粧水ですね。こちらは香りを選んでいただいたものですね。フェンテフォルテのモイストシャワー保湿のタイプのものをつけていきます。ラベンダーがベースで、カラーした後はどんなカラーの方法であれ乾燥しやすくなっておりますので、サロンでもお家でも頭皮用の化粧水というのは必ずつけてもらう必要があるかなと思います。お顔のスキンケアと一緒ですよっていうお話をしていただくと効果的かなと思います。こちらは香りがすごくいい商品で、つけるだけで結構お客様も何の香りですかっていうお声が多く、天板にもつながりやすい商品です。特に乾燥しやすいのはつむじ周りやT ゾーンのここですね、顔周りの部分ですので、そこはしっかりつけ漏れがないようにつけていってください。
まず頭皮用の化粧水を揉み込んでいきます。この後に洗い流さないトリートメントですね。こちらサロンでは1タイプだけ使う方っていうのは結構多いかなと思いますが、今日いつも僕は3種類お勧めしています。ミストタイプのものからミスト、クリーム、オイルの順番につけてあげるといいかなと思います。お顔のスキンケアも化粧水、乳液、アイクリームなどどんどん濃いものを使うと思うんですが、基本的には一緒です。まずトリートメントでも登場したサブリミックですね。ワンダーシールドをつけていきます。こちらトリートメント成分が1回使うと3日間髪に保持されたままになりますので、3日ごとで問題ないですね。重たくしたくない方はこれのみでしてあげるといいかなと思います。で、必ずきっちり溶かしてあげることが大切です。髪の毛は10万本あってきっちり指だけでつけるのは難しいかなと思いますので、一個一個溶かしてあげてください。次にエアリーフローのクリームですね。フルイドをつけていきます。テクスチャーが柔らかいタイプのものですね。しっとりするんだけどペタッとしないというすごい絶妙なものになってきます。で、エイジングの方は根元が結構縮れてる方が多いんですが、それも綺麗に収まってくれやすくなりますので、根元付近ギリギリからつけてあげることをお勧めしております。つけムラが起きないようにきっちりつけていって、最後はオイルですね。水っぽいものはやっぱり油分が足りないですので、最後にツヤを出すためにオイルも重ね付けしてあげるといいかなと思います。この感じですね。オイルもつるっとしたもの。これも全然重たくならないので、名前負けしないエアリーな感じがキープしつつ、オイル感もきちんと出るタイプのものになってきます。つけて乾かしていきますね。今日はピンク系とブラウン系のものでお薬を染めております。ふんわり感もキープしつつ、きっちりしっとり感も演出できているかなと思います。ただ重たいだけ、ただふわっとするだけのトリートメントはいくらでもあるかなと思うんですが、きちんと地肌からのアプローチをして適正なものを使うことによって根元の立ち上がりをキープしたまま毛先の収まりも良くなってくるかなと思います。これにはスパも必須になってくるかなと思います。で、肝心のカラーのつながりなんですが、仕上がりがどこが根元で中間で毛先だったかわからないような状態で綺麗につながっていれば成功かなと思います。一番大切なのは白い毛だったところと黒い毛だったところの2色の立体感がある程度残ったまま、よく見ると明るいところと暗いところが残ったままの根元から毛先になっていれば成功です。こちらサロンではだいたい1時間ぐらいでカットからカラーまで込みでやっているんですが、通常のサロンでは2時間ほどでは終わるかなと思います。カラープラスシャンプー台に寝て塗るカラートリートメントの 2,3 分だけの時間プラススパとトリートメントも短時間だけどすごく効果の上がるものということで組み込んでおりますので、10分でうちで1万円いただいております。これはサロンによって3,000円でも5,000円でももっと高い2万円でも3万円でも問題ないかなとは思うんですが、短時間でできることにお客様も価値があるかなと思いますので、時間も一緒に伝えていただくといいかなと思います。仕上がり皆様いかがだったでしょうか。今日は短時間で高単価を取れるメニューをお伝えしたんですが、ヘアカラーですね。まずストレスがすごく多い施術かなと思います。それは美容師さんにとっても特にお客様にとってもですね。ただその時間を仕上がりだけでなく、その時間自体を大切にしてもらうために、今回は香りや地肌へのストレスをなくすを特にメインでアプローチしております。お客様の滞在時間を短いながらも高単価を取れることでお客様のリピート率を上げたりですとか、満足度が特に上がるかなと思います。特に他店との差別化っていうのは時間やカラーのストレスっていうところで打ち出していけるかなと思いますので、ぜひやってみてください。ぜひ動画がいいと思ったあなたは YouTube の登録とグッドボタンを押してください。それではありがとうございました。ありがとうございました。